Thank you very much for coming back to our channel. This is Hey from Japanese. Unlike the last video we uploaded, this is very different one. Okay, we're gonna take an interview to some Japanese. The topic is what makes Japanese people think they, like the foreigners, are really good at speaking Japanese, or like what makes Japanese people feels very impressed to hear foreigners speaking Japanese. So that's gonna be so interesting. As I take an interview, I'm so looking forward to seeing some result, like what they think about. So in the end of this video, I would say my opinion personally. So stay tuned and enjoy this one. I would think you're gonna be fun. It's very interesting and fun. Okay, let's dive into it. 質問してきます。普段外国人と会うこと、話すことで日本語で話すこととかってあったりしますか？そうですね。なんかこのツアーというかなんかこの狩猟のとか釣りのこと興味があるとかって人がいたりして一緒にこう過ごしたりすることもあるんですけど、まあ自分は英語が喋れないんで逆にこう日本語が多少喋れる人とかだと、日本語メインの方がやっぱ多いかなって感じですかね。なるほど。でその中で、外国人が日本語でこう喋ったりとか、会話することもあると思うんですけど、僕ら、日本語のネイティブ日本人としてこの外国人が使う日本語って上手だなとか、そういうのって何かあったりとかしますか？うまいって思うのはこの相づちとかとかとかあんまこう日本に慣れてない人だとしないけど、そういうのをしてくれると日本人としてはこう喋りやすいかな、違和感なく話せるというか、日本でこう暮らしてたのかなとか日本語勉強してるのかなって感じがする気がしますね。じゃあ逆にこういう日本語を使うととかネガティブにちょっと日本人の人に思われちゃうかもしれないみたいな、そういう要素みたいなのってなんかあったりします？嫌われちゃうわけじゃないけど聞き取りにくいとか。あんま印象として良くないのは相づちをこの一つの単語だけで繰り返しちゃう。はいはいはいとか、はい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 とかって、この同じ相づちだけだとこう日本人だとあれ適当に返事してんのかなっていうなんか風潮みたいのがあるから、そっちの方が、だから相づちの方結構バリエーションよくした方が、いいような気が、それはなかなか聞いたことなかったですね。面白いと思います。ありがとうございます。まずはじめに外国人に普段会ったりとか、話をする機会とかってあったりします？そうですね、割と日常生活の中では比較的多い方かなと、仕事つながりだったりとかっていう場面で外国の方と一緒に会うことは割と多いと思います。では早速本題なんですけど、外国人が使う日本語の中でなんかこういう要素、こういうところでこういうこと言えるととか、あとはなんかいろいろこう上手に聞こえる日本語のネイティブから見て外国人が使う日本語でこういうの使えると上手だなとか、なんかそういうなんか要素みたいなものってなんかあったりします？そうですね、パッと思いつくのでいくとやっぱり、一番は相づちと、あと日本にしかない言葉というか、その日本人でもこうフレーズとフレーズの間をつなぐ間のこう独特の言葉っていうんですか、表現とか、あと語尾、言い回し、話の終わり方とか
なんていうんですか、うまく聞こえるっていうのもなんかね、不意にこうポッと出てくる言葉があるかないか、まあ多分一番はそこかもしれない。なんか考えた時に黙っちゃうんじゃなくて、そうだなとかっていうだけでもちょっとうまく聞こえるかなって思う。なんかこの人知ってるんだなみたいな、日本語の仕組み、自然だなみたいな。そうだね、自然ナチュラルに日本語としてこう言葉が出てくると、やっぱりちょっと慣れてるのかなとか、なんか勉強してるなみたいなのは思うかなって感じですね。でもやっぱりそう私の中でその接続はちょっと難易度は高いんですよ。上級レベルだと思うんですけど、なんかその言葉と言葉の間だからとかも、何々しただからこうなったじゃなくて、何々したからこうなったっていう、多分日本人だったらサラサラサラってこう変換できる単語だと、独立してるだからとかなんとかしてとかもそうだけど、なんか前の言葉にどうつなげればいいか、たまに海外の人でそれを自然に使ってる人がいて、すげえって思う。はい、じゃあ逆になんだろうな、こう言っちゃうとか、話してる時にその態度も言葉遣いもそうかもしれないけど、ちょっと日本人から見て「ん?」とかネガティブに聞こえちゃう、感じちゃうところってなんか逆にあったりします？意外とないかもしれないです。逆に海外のやっぱもちろん自分が日本語ネイティブなんで、海外の人っていうだけでやっぱその日本語のフレーズを知ってるだけですごいってなるんです。日本語ってやっぱ難しいって言われてるからこそ、今日いい天気ですねのフレーズを海外の人が言うだけで、要は今日っていうことで天気がいいっていうことを理解した上で喋ってるじゃないですか、っていうだけですごいことだなって思っちゃうんで、私はやっぱそこ誇張じゃないですけど、純粋にそれが言えるだけでもすごいって思っちゃうんですよ。じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあインタビューさせてもらいます。はい、どうぞ。はい、まず、外国人の方に、会ったりとか、話す機会とかって普段あったりしますか？この間はね、一日中で2人しか日本語の通じる人が来なかった日があるんですよ。そうそう、それがいろんな外国語が来る、タイランドの人が来たり、中国の人が来たり、ヨーロッパの人が来たり、アメリカの人が来たり、オーストラリアが来たりで、その日はちょっと俺も笑うほど面白い一日でしたよ。そんな中で多分外国人の方も今だいぶ増えてきてはいると思うんですけど、日本語をこう使おうとする方とか、使いたいよっていう方と、日本語でなんとかこうお話しするときに、この人の日本語、この外国人の日本語上手だなとか、すごい自然だなって思うとき、多分あると思うんですけど、どんなところ、どんな要素があると、綺麗だったり上手だとか、自然だなって思ったりしますか？俺がそれを考えたのは、デスマスってあるじゃない、だからデスかマスか、デスマスじゃなくてデスかマスか、そこ入ってきた時一人ですけど入れますか、どうぞどうぞっていう時に、なんかこう中をキョロキョロして日本語わかんないからとか、日本語こう言っていいのああ言っていいのの時に入ってきてひょっと見て入れますか、一人ですけどいいですか、いいですよ、でこれは何ですか、これはこういうものですよとかっていう説明する時に、こっちもこうですよっていうふうになるじゃない。これ何って言われたらこれだよとかになるけど、そのデスかマスかが言える外国人はちょっといいかなって。なるほど。要は疑問形の時に何々ですかとか、これは食べていいですかとか、いいですか、これには何が入っていますか、私はベジタリアンです、食べられるものがありますかとか、大丈夫ですかとかっていう、そういうので、こっちに対することで日本語を覚えたいなら、言っちゃいけないとかじゃないけど、こう言った方が綺麗に聞こえますよっていうのを聞きたいなら、きっとそうだろうなと。
で糸とかみさんにそのリサーチをした時に、糸はいうのはその文化の違いをちゃんと言い揃える日本語を使えるのはすごいと思う。あれ綺麗とかそういう問題じゃなくてすごいと思う。向こうにない文化の言葉をこうスルッと言う人はかっこいいよね。でかみさんが言ったのが同じニュアンスなんだけど「いただきます」と「ごちそうさま」はすごくいいって聞いた時に始まりと終わりがこう綺麗になる。だから「いただきます」「ごちそうさま」っていうのは美味しかったですっていうのは自分が満足しましたっていうことで文化の中にどこにでもきっとある言葉でしょ。美味しい闇とか今ステリシャスとかそういう。それを日本語で帰りがけに「ごちそうさまでした」っていう最後の一言が「美味しかったです」で十分嬉しいんだけど最後に「ちょっと違いますね」そうそう「ごちそうさま」って言ってくれると「ああよかったね」っていうことなのかな。俺はデスカマスカだし、彼女たちはその日本の文化の中にあるそう言葉っていうのかな、それがこう言われるとちょっとこう俺は身構えないで済むし、かっこいいなっていう。そうですね。意図の言い方が正しいと思う。この日本語を使うとかっこいいよねっていう。だからこうちょっと可愛がられるんじゃないのっていうのでまたねっていう日本語を俺は覚えて帰ってもらおうかなと。いやそれはありますね。じゃあすみませんお時間ありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと機会があったらいろいろ聞きます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ本日はお時間ありがとうございます。はい、早速インタビューをしていきたいと思うんですけど、まず日頃に海外の方とお会いしたりとかお話しする時とかってそういう機会とかってあったりしますか？そうですね、実際に知人とか友人とかは外国の方いないのでそこまで毎日会うってことはないんですけれども仕事柄、観光客のお客さんを相手にしたりとかまたその日本で働いてる観光客相手に働いてる外国の方とかと接する機会はいくつかあると思いますね。はい。でここで、コロナがある程度明けてで外国人もかなり増えてきたと思うんですけども、仕事柄日本語で外国人から話しかけられる時とかも多分あると思うんですけど日本語をしゃべる外国人でなんかこんなところ上手だととかこんなところできてると綺麗にとか自然に聞こえるよとかってなんかそういう要素とかってあったりとかしますか？そうですね、うまい下手かっていうのはちょっとあれ微妙なんですけどもやっぱりちょっとイントネーションが、日本人と外国人で、そこがかなり差でどんなにうまくても外国の方が喋ってる日本語だなっていうのが、ちょっと、こっちにも分かっちゃうんで例えばなんですけど例えば日本語英語ってあるじゃないですか。例えばインターネットとかもそのカタカナで日本語インターネットって喋るじゃないですか。それを例えば外国の方はインターネットみたいになる人いるじゃない。そこを外国人なのにその日本語英語に合わせてインターネットがとか喋るとすごい日本人っぽいなっていうどんなにうまくてもそこだけ日本語英語の部分がすごいネイティブな英語で喋られると外国人なんだなってやっぱなっちゃいますよね。そこが本当にカタカナで喋ってもらうとすごいなって思いますね。じゃあ、逆に、もしかしたらこうやってなかなか僕ら日本人からしたらないかもしれないですけど、思いつく限りで全然いいんですけどちょっとネガティブに感じちゃう喋り方とか、文化の違いもあるかもしれないけどなんかあったりします？そこなんか聞いてネガティブに感じちゃったりとかあんま良くないなとかって思う瞬間とかって特に、そこまでないですけど、やっぱそうタメ語はもちろんなんですけど
語尾が強いというか、なんか断定的な喋り方とかですよね。そうやっぱり敬語文化なので日本人はそうなんですけど、決めつけというか、そう断定的な喋り方で語気が荒い感じの喋り方ですよね。もう言っちゃえばなんだろうな、白は白、もうこれが黒だとしても、まあ俺は白だもう白だと思うじゃなくてこれは白だって、はいはいはい、感じがは日本人からするとちょっとやっぱりネガティブなイメージを持たれるかなって思いますね。じゃあ、一応、こんな感じで簡単になりますけれども、はい、インタビューさせてもらってお時間ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。Thank you very much for watching. How did you like this video? This is the very first time to ask someone else like a specific thing. And then today's topic it was what makes Japanese people think you're so great at speaking Japanese. My opinion about this topic is aizuchi and nodding. Like nodding in the middle of conversation. Like someone is still talking, you can like nod like this. And then the another things like aizuchi, it's like hi, like sometimes with nodding. That is so essential because she without like doing like this nodding. Someone who is talking right now, gets wrong. Like you're not understanding. You can't get it like what they're talking about, or even they might think you're not interested in that topic, their conversations. They feel it's like okay, you want to just get out of here. If you're in Japan, you can better acknowledge that things definitely that would make your life, or that would make you travel in Japan much better. Okay, again, I appreciate you watching this video. You like this video, or you like this kind of topic on this channel, or you're really looking forward to the next one, please hit the subscribe button and leave the comment below. Thank you very much. Okay, see you next one. Bye bye.